おはようございます。たかしです。本日は11月18日金曜日、ただいま9時22分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。最初に少しだけお知らせです。広瀬通商さんとのタイアップキャンペーンを継続中です。専用 URL から口座開設をいただくと、最大で55,000円のキャッシュバックがされます。スキャルピング専用の別口座を設けるのもありですね。お得なことはめんどくさがらずに早めに実行しておくのがいいです。専用 URL は概要欄に貼ってあります。まずは冷やしからです。昨日の冷やしも下髭の陽線となって、ここで4日連続の陽線なんですね。1、2、3、4日連続。一応この上髭、下髭とはなっているんですが、今のところ陽線連続ですので、本日も陽線で確定してくるようですと、そこから一旦の上昇、この辺ですね、169円ぐらいを目指して上昇してくると考えます。今は朝から少し強めの上昇に入ってますけれども、これがこのまま継続できるのか、もし冷やしが確定する頃に上髭の陰線とか実体がほぼない状態になったりとかいうことになってくると、また来週からの見方は変わってくるんですが、現時点ではこの強い上昇についていってもいいのかなという感じも受けます。ただ個人的にはあまりこの上昇には乗っていきたくないなとは見ておりますので、今のところまだ大きく下落する可能性っていうのを考えておきたいです。ストキャスティクスは今高値圏に向かって上昇中なので、もしかするとこのまま高値圏に入るぐらいまではずっと上昇するのかなと見てます。つまりこの途中で折れてくるというよりも、一旦はこの上限を目指して上昇していく。そう考えると169円ぐらいまで上げてくる可能性があるのかなとも考えられます。今 GMMA は上向きから一旦横ばいになって、そこから再び上を向いてこれるのかっていうところですね。これが上を向いてくると、再びこの黄色のボックス上限を目指してくるかもしれませんけれども、今はそこが何とも分かりにくい。一旦はここ4時間足の戻り高値っていうのが169円ぐらいにありますので、その辺でどうなるかっていうところを見極めていきたい。で、今はそこまで上昇してくるかもしれないというところを見ておきたいですね。では4時間足です。4時間足の GMMA は横ばいになってますので、レンジを想定しておくのがいいかもしれません。現在はこの GMMA を上抜けてはきてますが、次下落してくる可能性も考慮しておきたいんですが、昨日から結構強めの上昇で上がってきておりますので、もしかするとこのままここの高値ですね、169円。ここが先ほど冷やしで言っていたところですが、ここが4時間足の目線切り替えポイントなんですね。このオレンジの点線です。この辺付近まで上昇してくる可能性も考えておきたいです。その場合はこのまま一辺倒に上げてくるというのではなくて、今 GMMA が横ばいになってきてますので、今この下向きから横ばいになってきてるんですね。これが反転上昇していかないと上昇トレンドには入っていけませんので、今強く上昇してきてますが、この押しを待たずにエントリーしていくと、次4時間足単位の調整の下落っていうのが起こりますので、そこに巻き込まれないようにはしておきたいところです。そしてストキャスティクスは今高値圏に入ってきておりますので、そろそろ4時間足単位で調整の下落に入ってもおかしくないとは考えられます。ただまだストキャスティクス強く上昇中ですので、今からすぐ下落に入るというよりも、これがもう少し落ち着いてくるのを待ってからの下落になりますので、今は一旦今日の夕方ぐらいまでは上昇する可能性ですね。そしてそのタイミングで次ストキャスティクスが落ち着いてくれば、そこからの下落になる可能性っていうところも見ておきたい。それが GMMA でサポートされれば、次4時間足単位で上昇トレンドに入っていく可能性。ただ4時間足の目線切り替えポイントはこのオレンジのラインの169円ですので、ここを抜けてこないと4時間足の目線は切り替わりませんので、基本的に169円までは4時間足は目線が下なので、こういう下落の波を想定してトレードしていくのがいいと思います。それでも今その中でここまでの戻しっていうのは結構距離がありますので、その中で今1時間足単位では上昇トレンドを描いている。そして4時間足の GMMA が上向きに変わろうとしているところですので、今はそこを見極める期間ですね。ここで今 GMMA を上抜けてきてますので、ここでのレンジになるのか、それとも次 GMMA にサポートされて上昇していけるのかというところを見極めていく局面には来ております。上昇する場合は169円ぐらいまでと言いましたけれども、もし下落する場合ですと、次はこの辺ですね、直近の安値163円、164円ぐらいを目指して下落してくる可能性っていうところを考えておきたい。そしてこの紫のライン、もしくはこの緑のボックスの加減っていうのが意識されてくるポイントになってきますので、その辺付近までの下落を一旦は見ておいてもいいかもしれないですね。今ここでレンジになるという想定なのであれば、高値はこの辺付近167
円のミドルぐらい、そして安値がこの緑のボックスの加減の165円ぐらいっていうところでのレンジを想定しておくといいかもしれないです。では1時間足です。昨日はこういった先細りの三角形を描いてて、ここで高値の切り上げがあまりされていない、高値の更新幅が小さくなってきてますねっていう話をしてました。そこで一旦下抜けたんですが、結局急反発で昨日の高値を超えてきた状態で本日は引けて、そして今日の朝からもまだ強く上昇してきております。ただこの先細りの三角形には違いありませんので、今この上限付近でどうなるかっていうところですね。ここっていうのはこの高値ですよね。この辺の高値になりますので、167円ぐらい、もしくはこのヒゲ先でしょうか、167.4 付近、この辺っていうのは意識されてくると思いますので、もし本日5分足とかでロングエントリーをするのであっても、この辺の高値を意識して利確していくのがいいのかなと思ってます。そして今は4時間足のこの大きな下落の調整の上昇の可能性が高いですので、まだまだ4時間足単位での下落に入っていくということも考えられますので、その辺は考慮してロングエントリーはしていく必要がありますね。で、どちらかと言いますと今は戻り売りポイントに来ているのかなと、この辺の高値が意識されてきますので、167円のラウンドナンバーもしくは 167.3 か4付近というところは意識されてきそうですので、その辺まで上昇してきたところで5分足とか15分足でダブルトップとか3損とかできてくると、そこからのショートエントリーが狙える。もしかするとそこは4時間足への大きな下落への転換ポイントになってくる可能性もありますので、その辺を期待してショートエントリーはしていってもいいのかなとは考えます。ただ現状を見てますと結構強く上昇してきてますので、安易なショートエントリー、値頃間でのショートエントリーは危険ですね。昨日から結構強く上昇してきてますので、ロングエントリーをするなら一旦の押しを待ちたいところ、ショートエントリーをするのであれば下落のパターンが出るのを待ちたいところ、そんなところでしょうか。ここのところずっとですが分かりにくい動きをしてますので、無理にトレードをする必要はないと思います。トレードのしやすい通貨ペアを見つけていくっていうのも一つですけれども、今は全体的にどうも分かりにくいなと個人的にはそんな風に感じておりますので、本日は金曜日ですし、なおさら無理なトレードはせずに週末を迎えてもいいんじゃないでしょうか。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップを始めました。初心者の方が少しでもスキルアップできるように丁寧な解説動画を毎週1本更新していきます。誰でもご参加いただけるようにコーヒー1杯分くらいの価格にしてますので、月額の金額がその程度ですので、一度お試ししていただいてダメならすぐやめるっていうのでも構わないと思います。動画は初心者向けにかなり丁寧に解説しておりますので、なかなか勝てないなって方は一度ご覧いただいてもいいんじゃないでしょうか。1ヶ月入会していただきますと過去投稿も全部見ていただけますので、一度それを見ていただくだけでも1ヶ月分の価値はあると思いますので、もしよければお試しください。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。現在このインジケーターを使ったエントリー手法のブログを書いている途中ですが、まずはこちらの基礎編をご覧いただきたいです。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。このブログを読んで、ご自身のチャートに当てはめて考える。それが使いこなすことへの第一歩になります。せっかく FX と出会ったのですから、確実に一歩ずつ成長していきましょう。